今回は、昔のジュエマでなぜか重宝された地味すぎる進化元についてまとめてみました。昔は人気があったり強かった進化クリーチャーが多数存在していたものの、深刻な進化元不足に悩まされていました。現代のようなお手軽に誰にでも進化できる環境ではなく、当時はシビアすぎる種族や、そもそもその種族の軽量クリーチャーがいないなど、様々な悩みがあったわけです。そうなると自然とデッキに入る進化元が固まっていたのが昔のジュエマなんです。なので多くの方に共感していただけると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。ストームジャベリンワイバーン。4マナ7000でタップされていない光と水のクリーチャーを攻撃できる能力を持ち、その代わり相手プレイヤーを攻撃できません。光と水のデッキに対し圧倒的な制圧力を持つカード。当時ではムルムルやパラオーレシスなどの厄介なブロッカーや、選ばれないペトローバに対し有効なカードでした。そして何よりこいつの種族はアーマードワイバーン。この種族は当時本当に貴重でした。なぜかというと進化先がこちら。聖剣エンジューバーレスク。ブロックされなかったら追加ターンを得るという、当時すべての DMP のロマンだったこのカード。こいつの進化には当時超マイナーなアーマードワイバーンが必要であり、かつターン終了時手札に戻るクソデメリットがあったバーレスクは、使いこなしたらかっこいいクロート向けカードとして、より多くの DMP を魅了していました。そんなバーレスクデッキに求められる進化元は、実戦級かつ、バーレスクと同時に出すことを考えると低コストである必要がありました。そして当時候補となるカードといえば、このストームジャベリンワイバーンかエグゼズワイバーン、そしてツインキャノンワイバーンかクリムゾンワイバーンでしょうか。この中で先の条件を満たし、かつバーレスクにとって邪魔となるブロッカーを破壊できるこのカードは、バーレスクデッキにほぼ必須とされていましたね。ただこいつの天敵、というより非文明の天敵である、天皇聖者タージマルが登場した時、こいつの役割はほぼなくなってしまいました。聖蘭の精霊バルキア、5マナ7000のブロッカー。なんといっても種族がエンジェルコマンド。当時のエンジェルコマンドといえば、比較的マナが重く、アルカディアスの6マナより軽くて実戦級のカードってそんなにありませんでした。しかしこいつは5マナで腐りにくい高パワーブロッカー。さらにパワー7000という数字が、火炎流星弾のちょうど圏外なのが偉いところ。そしてエンジェルコマンド初のレアリティがアンコモン。登場当時はその集めやすさも魅力の一つでしたね。こいつが登場した当時の環境といえば、7マナ以上でようやくパワー7000というラインだったため、重量級以下では太刀打ちできないブロッカーとして、光の軍団を守っていました。要は普通に強かったんですよね。この安定かつ当時では高いスペックだったバルキアは、登場してしばらくの間、天使デッキにほぼ採用され続け、アルカディアスやエルフェウスなど、強力な進化天使の元として重宝されていました。ちなみにこいつはパルキアではありません。どちらかというとこっちの方が先に登場しています。6新竜グレガリオン。5マナ4000でパワーアタッカープラス3000。そしてダブルブレイカーという、シンプルで淡白なスペックのクリーチャー。しかし当時では破格のスペックであり、自然の中堅クリーチャーが出るたびに、こいつと比較されてきたほどポテンシャルが高く、多くの純バニラはこのカードに存在を否定されてきました。そして手に入りやすいドラゴンと、扱いやすい能力から、入門用としても愛用されてきましたね。さらにこいつの種族はアースドラゴン。太陽王ソウルフェニックスでは、コッコルピアからのこいつで進化元を確保する流れが、最もポピュラーかつ強力な戦略でした。そもそもソウルフェニックスにならずとも、こいつはドラゴンであるため、バジュラやアブズドルバで蹂躙してもいいですね。ちなみに僕は小学生の当時、グレガリオンと、もう一つの軽量ドラゴンを採用していました。それがこちら、高新竜メルガルス、4マナ4000のバニラクリーチャーですが、種族はボルケーノドラゴン。当時のドラゴンでは軽量かつ手に入りやすかったため、よくこいつを採用していたのを覚えています。黒新竜ギランド、4マナ6000でダブルブレイカー。当時では考えられないスペックですが、バトルの後破壊されるデメリットを持つため、ぶっ壊れてはいませんでした。こいつの優秀な点は種族のドラゴンゾンビ。先のグレガリオンやメルガルス同様、軽量ドラゴンとしての使い勝手は同じで、レアリティはコモンなので同じく集めやすかったカード。ただ先の2枚とは少し格上だと思っています。なぜならこいつはあの暗黒王デスフェニックスの進化元になるからです。いませんでしたか？コンビニやスーパーで買ってもらったスーパックからデスフェニを当てるもさ、
小学生の夢でありロマンであるデスペニデッキ。その中にいるこいつはまさに虎の絵を狩るキツネ。なぜか先の2枚より格上感があるんですよね。ギランドのデメリットも、ダークルピアやグールジェネレイドと合わせれば、もはやデメリットなのかすら不明です。こいつの破格のスペックは、当時ドラゴンデッキでなくとも採用していた方多いのではないでしょうか。後輩の強ジェノサイド。5マナ9戦で相手プレイヤーを攻撃できないが、タップされていない光のクリーチャーを攻撃できます。そしてこいつの種族はデーモンコマンド。そして5マナという低コストであることが魅力的でした。ジェノサイドが登場した第4弾には、みんな大好き悪魔シンバロムも収録。当時、実戦級のデーモンコマンドといえばこいつぐらいで、他はコストも重く実用性もないデーモンばかりでした。ザガーン様ぐらいですかね。次の弾には剣舞のシュラバシュナが登場。あちらも強力で軽量なデーモンコマンドでしたが、進化元で殴る必要性や、高パワーでクリーチャーを除去できる点で考えると、ジェノサイドの方が採用されていた記憶があります。タージマルが効かないペトローバ対策として、ジェノサイドが採用されることもありましたね。マリンフラワー、キスとブレーダー、最後はガチ寄りのことを話して参りましょう。まずはマリンフラワー。親の顔より見たい1マナブロッカーです。一見するとアクアガードと何ら変わらないのですが、同弾に収録された凶悪カード、アストラルリーフの進化元としてほぼ必須のカード、マリンフラワーのおかげで2ターン目3ドロー1ブレイクが実現。頭おかしすぎるこのムーブは環境トップに君臨し、アストラルリーフの脅威は、マリンフラワーがいたからこそと評されることもあり、最初のターンでマリンフラワーを召喚できるかどうかが、そのデュエルの勝敗を決めるとまで言われていました。暴れ散らかしたリーフが殿堂入りしても、水炭サイバー速攻デッキには進化元として採用され続けており、長く環境トップに名を連ねた最強の進化元でした。キスとブレーダー、マリンフラワーと同じ1マナのブロッカー。こいつの進化先はパシフィックチャンピオン。登場当時のカードプールにおいて、このパシフィックチャンピオンのスペックは異常であり、対処は困難を極めていました。キスとブレーダー、パシフィックチャンピオンと、最速にターン目に出すことができれば、相手がすぐ進化して対抗するか、シールドトリガーを踏むかしかなく、そんなもんなかなか起こり得ないため、最速パシフィックチャンピオン着地は、そのまま勝ちに直結するほどの強さを発揮していました。あまりにも強力すぎたこのデッキは、ほとんどのデッキが対策を講じなければならないほどでしたね。そしてこの強すぎるムーブの立役者は、1マナのフスとブレーダーに他なりません。先行後攻じゃんけんで敗北し、相手の先行1ターン目にフスとブレーダーが出たデュエルは、察し、シールドトリガーを祈る運ゲーと化します。以上のこの2枚、当時大会などで活躍していた方にとっては、嫌というほど見た進化元でしょうね。以上、なぜか重宝された地味すぎる進化元クリーチャーをまとめてみました。最後の2枚に関しては、地味ではないかもしれませんね。でも話したくなったので紹介しました。他にも皆さんの中で思いつくクリーチャーがいれば、ぜひコメントから教えてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。